今日は釣りに使える便利でかっこいい腕時計をご紹介したいと思います。魚釣りだけに限らず、海や水辺の近くで仕事したりとか遊んだりすることが多い方にはこれ非常におすすめの時計です。カシオ G-SHOCK G-RIDE GBX100NS というモデルになります。G-RIDE っていうのはもともとサーファーを中心としたマリンスポーツをする人たち向けに開発されたモデルで、G-SHOCK のウェブサイトにはサーフライディングを支える強さと機能を装備っていうようなコピーがデカデカと表示されていますね。で、このサーファー向けの時計がアングラ、釣り人にも非常に使える時計でして、購入して1ヶ月ほど使用したんですけど、非常に気に入っておりますので、皆さんにもですね、ご紹介したいと思います。ちょっとこの動画長くなる予定ですので、動画の概要欄とコメント欄に目次を載せておきます。お急ぎの方は気になる項目だけでも見ていってください。まずはデザインから見ていきましょう。単純にかっこいいなって思います。時計といえばですね、ここが丸い形をしているのが一般的というか、多数派だとは思うんですけど、こちらはですね、四角形をしています。で、GBX100 っていう時計は以前から人気のシリーズで、その人気シリーズに NS、ナイトサーフィンなんですけど、ナイトサーフィンをイメージしたカラーとして最近新しく出たのがこの GBX100NS。で、ナイトサーフィンをイメージしたというだけあって、以前の人気モデル GBX100 と比べると、このベゼルがですね、ボディ全体と同系色で、全体的にダークな感じに仕上がってます。そしてベゼルの素材。これはですね、ボディと違って、樹脂とメタルが組み合わさったような素材で作られているんで、パッと見ではあんまり分かりにくいかもしれないんですけど、よく見ると、光の当たり加減によっては、若干シルバーっぽく見えたりする時があって、結構存在感があるんじゃないかなと。さりげないかっこよさがあると思います。ちなみにですね、GBX100NS にはこのベゼルの色が2色展開されてまして、私が使ってるのがこれ、ブラックカラー 1JF っていうやつなんですけど、このベゼル部分だけゴールドになっている 4JF っていうモデルもあります。そっちも捨てがたいんですけど、この辺は好みですよね。どちらもかっこいいと思いました。が、私は直感的に黒の方がいいかなっていうのと、黒色はデザインに飽きが来にくいかなっていうのもあって、ベゼルがブラックの方を選びました。で、この時計はですね、どちらかというと、半袖短パンみたいなカジュアルな格好とか、アウトドア向けのファッションに合うデザインかなっていうふうに思います。ロレックスのようなですね、高級感はないんですけど、全然チャッチく見えないし、時計がギラギラと主張しすぎないというか、さりげない控えめな感じもいいですよね。で、続いてバンドなんですけど、これもですね、非常にいいです。素材はソフトウレタンで、とにかく軽いし柔らかいんですよ。つけ心地もいいので、長時間つけてても全然腕が痛くなりません。さらに、この時計の根元部分ですね。この部分がなんかちょっと凸凹になってまして、ここでですね、かいた汗を外側に逃がしてくれたり、水に濡れてもその水分を外側に逃がすというような、そういう仕組みらしいですね。腕にペタペタくっつきにくいっていうのは結構重宝しております。この GBX100NS にはですね、使い切れないほどの機能が詰まってるんですけど、この動画でその全てをご紹介することはできないので、私が魚釣りや海でのレジャーで使用する上で、本当に気に入っている機能をいくつかご紹介したいと思います。まずは何といっても、防水性。20気圧防水なので、時計をつけたまま泳いでも大丈夫です。実際にシュノーケリングや夜の素潜りにも何度か使ってますけど、全然問題ないですね。海で泳いでると時間を忘れて熱中してしまうこととかあると思うんですけど、防水機能がついた時計を持っていないと、現在時刻が分からず困るっていうことが意外と多いんですよ。ましてやそれが夜だったら自分の命を守るためにも海の中で現在時刻を把握できるっていうのは非常に重要になってきます。で、帰ってきたらそのまま水道水でジャバジャバ洗えますし、サーフィン、シュノーケル、カヌーとか、その他水が関係するレジャーはもちろん、直接水の中に入るわけじゃない魚釣りでも、突然雨が降ってきたりとか、とっさに水の中に手を突っ込むようなこともありますので、20気圧防水っていうのはかなり心強いです。ただし、ダイバーウォッチではないので、何十メートルも潜るようなダイビングには使えません。
耐えられるのは素潜り程度までとお考えください。私が実際に時計をつけて潜った水深は、目測でおおよそ10メートル程度までなら問題なく潜れました。画面の表示はですね、何種類か切り替えることができるんですけど、私がよく多用している画面はこちらになります。タイドグラフ表示ですね。潮の満ち引きが一瞬でわかるっていう画面なんですが、あらかじめ自分の住んでいる地域とか、よく行く場所を設定するとですね、画面のこの上の方に地名が表示されます。で、その地域の現在の潮の状況と月の満ち欠けとか、そういったことが一つの画面で全て確認できるっていうものなんですけど、これがめちゃくちゃ見やすくて、説明書なんて読まなくても視覚的に一瞬で現在の潮とか月の状況を理解することができます。で、このグラフはですね、左端から右端まで、これが30分刻みで12時間の潮の動きを表してくれてます。1メモリにつき30分っていうことなんですけど、現在はお昼の1時20分、21分なので、左端がお昼の12時。で、右端が夜中の12時。つまり24時っていうことになりますが、逆にですね、24時を超えると、今度はこっちが、夜中の12時、つまり0時になります。で、右端がお昼の12時に変わるということですね。例えば、今私が設定しているエリアがですね、平良、沖縄県宮古島市の平良というところなんですけど、現在時刻が1時21分。で、潮位がちょうどここですね。ちょっとだけ白くなってる部分。だから下げ切った潮が今、徐々に上げ始めましたよっていうところにいます。で、満潮時の時間も一発でわかるんですけど、ここですね。PM6 時17分。これが満潮の時間なので、ここ矢印が上向いてるんですけど、上向いてるということは、満潮、上げ切る時間が6時17分ですよと。だから大体このあたりですね。ちょうど、0時から12時から夜中の24時までのちょうど間、このあたりで6時17分満潮ですよっていうのが一瞬でわかります。なので釣りしてて、今ここにいるとして、ちょっと潮止まりだなっていう時はご飯でも食べに行ったり休憩したりとか、そういう予定を立てることもできますし、でですね、右側のこのメーターみたいな、ガソリンメーターみたいなものは潮の大きさを表すもので、例えば、今メーター真ん中にあるんですけど、今日はですね、若潮なんですね。なので、そんなに、大潮に比べると潮の満ち引きはそんなに激しくはないけど、小潮に比べるとちょっとまだ動いてますよっていう感じで、左のここにメモリがある場合は小潮で、こちらがメーター振り切ってる場合は大潮というような感じで、潮の大小までここで分かるというふうになってます。そしてですね、左側、これが月の満ち欠けが分かる部分ですね。特に説明されなくても視覚的に理解できますよね。非常に見やすいと思います。で、こちらの数字が月齢。で、画面右上に表示されているのが、先ほど言いましたけど、満潮の時間と、で、潮位か。そして、逆に矢印が下向いている場合は、次、この辺りに来ると、次は下げ始めますので、矢印の向きがパッと切り替わります。下向きに。そして、今度は干潮の時間がこちらに表示されるというような感じになってます。で、さらにですね、その左側には、日の出と日の入りの時間まで教えてくれるんですね。もちろんスマホのアプリなんかで潮の満ち引きとか月の満ち欠けなんて調べることできますけど、釣り中とか水辺で遊んでる時って手が汚れてたりとか、濡れててスマホあんま触りたくなかったりしますし、手首につけた時計をただ見るだけっていうスピード感が本当にいいと思います。GBX100NS の画面はですね、いわゆる反転液晶って言われるタイプで、画面全体が黒くて文字が白いというか薄いグレーで表示されてるんですけど、
反転気象ってかっこいい反面ですね、文字が薄かったりとか、この角度によって、太陽の光の当たり具合とかによっては、なんかちょっと文字が見にくかったりする場合が多いと思うんですけど、そんな中ですね、この GBX100NS はとにかく文字が、液晶が見やすいんですね。文字がはっきりくっきり鮮明に出てるんで、時間とか潮とか知りたいとき、情報をですね、一瞬で把握することができますね。こんな感じで。どんな角度でも、ちょっと今、ライトがキラキラして、一瞬見にくくなったりもしますけど、結構どの角度からもしっかりと文字が見えてるんですよ。こんな感じで。そしてですね、ナイトサーフィン、NS というぐらいですんで、夜でもライトつけると、ここがライトなんですけど、こちらのボタンを押しますと、液晶が光りまして、で、これでくっきりと表示されて見やすいですし、さらにですね、これオートライト機能っていう機能がついてまして、どんな機能かと言いますと、時計を水平状態から40度以上パッと自分側に傾けるとライトが自動で点灯するっていう機能なんですけど、要はですね、夜に時間を知りたいと思ったら、腕をパッと持ち上げるだけで勝手にこのライトがつきますよっていうものなんですが、これ、一回設定するとですね、夜になってライトが必要な時だけ自動で作動してくれます。昼間でライトが必要でない時は、オートライト機能が作動しないようになってるんですけど、状況によっては非常に便利だと思いますが、私は設定しておりません。腕時計としては比較的安価で購入できるっていうのも強みの一つかなと思ってます。この時計の価格は、なんと26,400円で、現在ですと Amazon でだいたい23,000円台で購入できるみたいです。この動画の説明欄とコメント欄にリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。この時計は Bluetooth でスマホと連携することができます。一度設定してしまえば、スマホと時計が近くにあると自動的に接続されて、で、スマホと時計が離れると自動的に切断されるというような感じです。例えば時計はしないでスマホだけ持って外出したときは、Bluetooth の接続は切断されるんですけど、家に帰ってきたらまた自動的にスマホと時計がつながっている状態になります。スマホと連携した状態でアプリを使って現在地の設定をするわけなんですけど、他にもインスタとかツイッターなどの SNS の通知が時計に来たりとか、LINE とかメールの確認なんかもできるんですよ。でもこの機能に関しては私にとってはちょっと煩わしいものでした。例えば、潮の状況を確認したくて、時計をパッと見た瞬間にですね、インスタグラムで誰々がいいねと言ってますみたいな通知が来ることが頻繁にありまして、その通知が消えるまでタイドグラフ確認することができません。もしくは、どこかしらのボタンを一つ押すことによって強制的にタイドグラフ表示することもできるんですけど、本来ならただパッと見ればいいだけなのにボタンを一つ押さなければならないっていうのはちょっとストレスですし、Twitter で誰々がこんなリプライしましたとか、インスタで誰々がいいねと言っていますみたいな情報をですね、時計で確認する必要性が全く感じられなかったので、私は Bluetooth の連携はしないで使ってます。すると余計な通知が来なくなって普通の時計として使えるんで非常に快適になりました。ただ釣り中に誰かと LINE とかでの大事なやり取りしてて、今ちょっと手が汚れてるからスマホを取り出せないみたいな時には、相手のメッセージをあらかじめ内容だけ確認しておくことができるっていうのはちょっと便利だったりもするのかなと思ってます。今ご紹介したのは GBX100NS が持っている機能のごく一部で、他にもトレーニングに使える機能だったりとか、ランニングに使える、そういった機能とかもたくさんあるみたいなんですけど、私が購入後約1ヶ月ほど、魚釣りとか海でのレジャーに使った上でですね、特にいいなと思った点だけざっくりとご紹介させていただきました。海や川など水に関わることが多い方、非常におすすめで、特に日の打ちどころはないかなと思ってます。ただですね、あえて一つだけもっとこうだったら最高なのになっていう点があるとすれば、これ、帯同グラフを確認するためには、このエリア、これをですね、手動で設定しなければならないんですよ。なので、いろんな釣り場に行く人は、その釣り場に合わせて毎回設定し直さないといけないんですよね。例えば住んでる場所は東京だけど、釣りの遠征でよく東北に行ったりとか、関西に行ったりするよっていうような人の場合は、行き先、現地のタイルグラフを表示させるためには、その都度、そのスマホと、Bluetooth でつなげて、この時計を。
で、専用アプリで手動で地域の名前を設定しなければなりません。これ、わざわざそんなことしなくてもなんか GPS かなんかで今いるエリアを自動で感知してくれるようなそういった機能があれば、旅行先とかでもいちいちその場所に設定し直すということをしなくていいんで、仮にちょっと値段が高くなってしまったとしても、GPS の機能がついていると非常にありがたいかなというふうに思いました。ただですね、それを差し置いても、私はこれ非常に気に入っております。いかがでしたでしょうか？この時計は釣りやマリンレジャーのような水に関わるお仕事とか趣味がある方にはとてもかっこよくて実用性のあるいい時計だと思います。しかも2万円ちょっとという値段で手に入れやすいと、非常にコストパフォーマンスに優れている時計だと思います。水辺のアクティビティに使えるいい防水時計がないかなと悩んでいるあなた、一度検討されてみてはいかがでしょうか？この動画の概要欄とコメント欄に Amazon リンクを貼っておきますので、気になる方はそちらからチェックしてみてください。ということで、今回は GBX100NS1JF というモデルをご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。